根室、釧路、オホーツク、十勝管内で構成される道東エリア。道内の中でも特にさまざまな可能性が秘められた地域であり、一方で今考えなければいけない課題に直面している地域でもあります。そこでどさんこワイドでは先月から番組独自の道東支部を創設。道東エリアの課題と向き合い、希望に向き合う人たちの取り組みを道東に駐在する専属ディレクターが深掘りします。はい。でプロ野球って言いますとね、ファイターズでしょうって北海道の方は思うと思うんですけども、実は道内には独立リーグっていうそれ以外のプロ野球チームもあるんですね。で昨シーズン別海町に国内のこのプロ野球チームがまた誕生しまして、このチームが今地元で人気なんだそうです。なぜ人気になっているのか、そしてどうして別海町にこのプロ野球チームができたのかを探ります。別海パイロットスピリッツ側の応援席、わあ盛り上がってますね。観客席がほぼ満席状態になってます。道東別海町の野球場、試合のたびに地元のファンで応援席がいっぱいに。独立リーグとしては異例、1試合平均220人以上のお客さんが集まります。この街は何か起きるぞという、なんか別海面白い街だなってワクワク感というんでしょうか。何かを起こしているのは国内最東端のプロ野球チーム。子供も大人もみんなが夢中。大絶叫だ。今別海は野球で熱い。国内最東端のプロ野球チームに密着しました。熱狂の舞台は道東別海町。人口およそ1万4000人に対して牛は11万頭近く飼育されているという国内最大級の酪農の町です。まずは町の人に聞き込み、私全力で調査してきました。そんなに走らなくてもいいじゃん。全力ですから別海が野球で盛り上がっているって本当ですか？スーパーの前で立って選手たちが立って試合しますよっていうのを宣伝したりとか、すごい誇らしいことです。嬉しいですね。はい。別海町がなんか野球で盛り上がってるって聞いたんですけど。そうですね。ちょうどね、去年からですね。去年から町を挙げてホテル作ったりとか、飲食店盛り上げたりとか。町にあるホテルではちょっと変わったものを見つけました。ありました。別海パイロットスピリッツ応援自販機。普通の自動販売機ではありません。飲み物を買うと支払った代金の一部がチームの活動費の支援になるという自販機です。ここまで応援ムードが高まっている野球チームとはどんなチームなのか。いざ球場へ。ありましたよ、野球場。ここはゆっくり走るんですね。守備練習が行われてます。20人ぐらいの選手たちがいるんですけど、大きい声出して気合入ってますね。並々ならぬ気合で練習する選手たち。スローイングを見ても遊びの野球ではない真剣なプロの野球です。選手の皆さんに話を聞くとちょっと驚きのことを発見しました。ご出身ってどちらですか？千葉県です。ご出身どちらですか？東京です。出身は石川県の輪島市です。石川からも。ほとんどが道外から別海にやってきた選手なんです。しかもこちらの選手はなんとどこ出身？ I'm from Poland in Europe. I'm from Lubbock, Texas, United States. チームには5人の外国人選手も所属。どうして別海にプロ野球選手が集まってきたのか、キーマンを直撃しました。球団関係者の方で。別海パイロットスピリッツ代表の藤本と申します。そう、この方こそ去年球団を立ち上げたご本人。地元で清掃会社を経営している藤本さん。道内3チームで構成されていた独立リーグに去年別海パイロットスピリッツを誕生させて参入。チーム名に込めた思いは開拓の精神。ある思いを持って仲間と共にこのチームを立ち上げました。
なんで別海町で野球チームを作られたんですか？たまたま、標津サムライブレイズの代表の菅原さんという方がいらっしゃるんですけど、その方とお会いした時にこうポンとプロ野球チーム、独立リーグのプロ野球チーム作ってみませんかっていう話を突然されたんですね。何それみたいな話で、いろいろ話を聞くと、選手はその地にみんな住んでその地に就労をして土日はプロ野球選手として活躍すると、そういった話が聞きまして、すごく面白いなと思いましたね。地域の課題を解決したいっていう思いがあったので、仲間たちとしても話したら、すぐにやろうということになりました。今年は25人の選手が在籍。外国人以外のすべての選手が地元の企業に勤めています。いわば野球と別の仕事の二刀流。でもそれってとっても大変なのでは？一体どんな一日なのか、一人の選手に密着させていただきました。別海パイロットスピリッツ選手の森下明人です。京都府出身の森下明人選手。去年からチームに所属し、守備はショートとセカンドを守る内野の要。打者としてはチャンスに強い5番バッター。そして一番本領を発揮するのは実はベンチ。チームを和やかにするムードメーカー。午前7時半、同じチームのコーチ選手とともに森下選手が向かった先は練習場ではありません。森下さんは週に4日清掃会社で働いています。この日は水を浄化させる施設での勤務です。水質の温度とかで、最後ペーハーって言って測るやつあるんですけど、そういうのを入れていくという。野球の練習で培った真面目な心。今まで全く関わったことがない仕事も実直に取り組んでいます。でもついつい気になるのが、仕事してる時は一旦野球のことはあんま考えないですか？いや、でも結構待ってる時間とかは教えてもらったことを考えて練習でやるのが、一人の時はたまに昨シーズンはガソリンスタンドで働いていた森下さん。その時にはもうお客さんとかでやっぱ野球応援してくれる人多くて、試合の時とかもわざわざ差し入れとか持ってもらって、距離が近いですね。ここの出身じゃないのにすごい温かいなってのはめちゃくちゃ感じた。来てよかったなってマジ思うっすね。別海に移住して2年目。今はこの町を盛り上げるために何かをしたいと考えるようになりました。選手を雇用している会社側は、若いからやっぱり吸収することも多いんで、仕事も覚えるのも早いし、本当に助かってますね。この日は午前で勤務を終えた森下さん。午後から向かった先はもちろん練習場です。他の選手も仕事を終えて球場に集まり、練習がスタート。翌日の試合に向けて最終調整をしていきます。午前中お仕事されて、そこから4時間近く練習しましたけど、疲労とか大丈夫ですか？でも好きなことやってるんで、疲労とかないと思うんですけど、で明日に向けていい開幕戦でいいかなと思って。最後にカメラに向けて一言、明日への意気込みをお願いします。明日は必ず勝ちますムードメーカーですよはい、明るいね。方です。ファンのため、街を盛り上げるため、勝利への準備が整いました。しかしホーム開幕戦はあいにくの小雨。それでもお客さんに楽しんでもらえるよう、選手自らが会場の準備をしていました。プロ野球といってもこういうことをしなきゃいけないんだね。さあ、上りも立ちました。こちらには別海パイロットスピリッツと書かれた上りです。いや、盛り上がってきましたよ。で、中にはですね、こうやってグッズ販売も行われているんです。
応援 T シャツ、選手の推しタオルにこうやってスティックまであるんです。で、こうやって歩いてくると選手たちの名前が書かれている場所があって、見てください。こうやって選手のサイン入りでもあるんです。それが全選手ずらーっと飾られているんです。これを見て推し選手を決めるっていうのもまたいいかもしれないですね。その前に写真撮りたくなっちゃいますね。会場と同時にお客さんも次々と来場。開幕戦では選手情報が書かれた応援グッズが配られました。さらにこんなバスも到着。普段は選手の遠征に使っているバスを、この日は地元の老人ホームの方々を招待し、その送迎に使っていました。いや、地域がね盛り上がってるよね。で、一生懸命野球選手の方もさ、地域に溶け込んで頑張ってくれてるもん。だからやっぱり応援しない手はない。寒くないですか？大丈夫。ちょっと鳥肌立ってますね。大丈夫ですか？推しの背番号ちょっと見せてもらってもいいですか？はい。山口選手。球が速い時はいいピッチに進むのでかっこいいと思います。そして野球の応援といえば、ちょっと気になるんですけど、この太鼓持ってらっしゃいますけど、デザインがもしかして別海パイロットスピリッツ、そうですね、なんか書いてこれチーム応援歌で、今年2年目の選手のみ個人応援歌ができて、まるでファイターズの応援団のよう。ここら辺の人間はやっぱファイターズ見に行くにもその北広島があって札幌まで行かないといけない、やっぱ遠いからなかなか身近な存在っていう感じはしなかったんですけど、やっぱ地元にこうやって球団ができて野球見るのが大好きな人間なんで、間近で野球が見れて楽しいっていうのがやっぱあります。試合前、地元の子どもたちと選手が記念撮影のセレモニー。そして勝つためにチーム全員やりましょう。先発ピッチャーは中標津出身の山口投手。初回を0点に抑える安定したピッチング。森下選手も守備で見せました。ホーム開幕戦は503人のお客さんが来場しました。お客さんの大声援で打撃陣も絶好調。アメリカから来日ペーニャ選手は打球がぐんぐんと伸びてセンターオーバーのツーベースヒット。4番のコーチ選手は3安打。子どもたちの応援に熱が入ります。別回の大量得点で試合が進みましたが、10点以上の得点ボードの用意がなかったようで、1点のボードを2つ使うことに。あれはないよ。こういった楽しい空気に包まれた球場。その傍らでは子どもたちもピッチング練習を開始。そしてこの行列は野球観戦のお楽しみ、球場グルメ。何買われたんですか？うなぎ丼と焼肉丼です。美味しそうですね。はい。あとおむすびも買いました。もりもり食べて一生懸命応援したいと思います。試合終盤、雨が強まってきたんですが、それでも多くのお客さんは最後まで応援。そして見事ホーム初戦を制した別海パイロットスピリッツ。最後まで応援してくれたお客さんを選手みんなでお見送り。勝っても負けても試合後にハイタッチで直接感謝を伝えるのが別海パイロットスピリッツ流のファンサービスです。パイロットスピリッツどう？すっごいかっこいいし、すっごい強くて、
く尊敬してる番号が1番のパイロットスピリッツの選手にサインボールもらった。お家に飾ってある。頑張ってね。明日もよろしくお願いします。いいエールですね。町民と一緒に全体的に盛り上げれたらいいと思いますし、別海町から中標津だったり根室だったり、もういろんなとこ巻き込んで盛り上げれたらいいかなと思います。国内最東端のプロ野球チームに町が熱狂しているわけ、それは地域とのつながりがとにかく近い。町をワクワクさせる野球チームの挑戦が道東で始まっています。この独立リーグってね、セ・リーグ、パ・リーグの戦力外になった選手が野球を続けたくて入ってきたりとか、あるいはこの独立リーグでプレーしながらセ・リーグ、パ・リーグから声がかかるのを待つって方もいて、非常にハイレベルなところで、でも町の方たちととっても距離が近いんですよね。絆ができているのが分かりましたし、メンバーのほとんどが道外の方っていうこともあって、別海町のこの魅力っていうのを道外にも発信するきっかけにもなるのかなっていうふうにも思いますよね。過疎の問題もあるんですけど、ちょっと人口が増えるっていうかね、それを一つの課題になると思うので、そこの一役も担ってるかもしれないですよね。代表の方もですね、本当にこうやって町を一緒に盛り上げていきたいというふうに話していましたから、本当にこのチームが別海町とともにどういった歩みを進めていくのかっていうのがまた楽しみになっていきます。